源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、源氏物語の原文の後に一語一語の現代語訳が流れます。重要古語にはアンダーラインが引いてありますので、よく照らし合わせて単語や文法をマスターしましょう。さらに、イラスト訳と合わせて読むことで状況理解ができ、古文で最難関の主語の確認もスムーズに行えるようになります。それでは、イラスト訳本編のスタートです。第2条母木木の後半部分です。光源氏は人妻のうつせみに呼ばいをかけ、一夜を過ごします。もう一度関係を持ちたいと思ったものの、彼女は弟の小君に手紙を託しても返信しようとしません。光源氏は次の包囲よけを待ちわびて、再び彼女に会えるよう画策します。しかし、うつせみは光源氏との再会を辛く思い、お月の女房の局に隠れてしまいました。では、この後どうなっていくのでしょうか。行ってみましょう。猿心して、人徳沈めて。恩消息あれど。小君は尋ね合わず。よろずのところ求めありきて。綿殿に分け入りて、かろうしてたどり来たり。いと浅ましくつらしと思いて。いかに飼いなしとお子さん。と泣きぬばかり言えば。かくけしからぬ心映えはつこうものか。幼き人のかかること言い伝うるは。意味じく意無なるものをと言い脅して。心地悩ましければ。人々避けず抑えさせてなんと聞こえさせよ。あやしと誰も誰も見るらんと言い放ちて。心の中には。いとかく品定まりぬる身の覚えならで。杉にし親の恩気配泊まれるふるさとながら。玉坂にも
巻きつけ、立てまつらば。おかしゅうもや、あらまし。強いて、思い知らぬ顔に、見けつも。いかに、ほど知らぬように、おぼすらんと。心ながらも、胸痛く。さすがに、思い乱る。とってもかくても、今は、誘拐なき、尽くせなりければ。無心に、心づきなくて闇なん、と思い果てたり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は入試品質ナムの識別です。動詞の活用語尾に無がついたような識別もありますが、基本的にはこの3つの分類をしっかり押さえましょう。特に1と2の見分けが最重要。直前に未然形があれば、左のようにナムは他者願望の修助詞となり、直前が連用形ならば、右のように確述用法となります。確述用法というのはこのように、助動詞つ、ぬが未来時世の助動詞とセットで用いる場合、つ、ぬは完了の意味でなく脅威となります。つべし、ぬべし、てむ、なむの4つがよく出てくるパターンです。なお、形助詞なむにも要注意です。会話文の場合は、結びの省略も多くなるので、文末に形助詞なむがあることもあります。では、実際に見てみましょう。このナムは識別できましたか？直前のでは単純接続の接続助詞ですよね。これは明らかに先ほどの未然形連用形接続のナムではありません。このようなつながりのナムが形助詞なんですよね。ちなみにナムが文末にある場合、このて、に、と、く、ずに接続したら必ず形助詞であるということも押さえておきましょう。この古文は女房たちをそばに置いてずっと指圧させている状態と光源氏に伝えてほしいという意味ですね。抑えるをマッサージなんて訳すと面白いですよね。また、こちらのナムは識別できますか？直前の接続を見てみましょう。この闇は魔行余談活用動詞の連用形ですよね。したがってこのナムは連用形接続の確述用法です。脅威の助動詞ぬの未然形に私が主語なので意思の助動詞むの終止形がついた形です。この場合何々してしまおうと訳出するといいですね。さあ今回も第2条母木々からの動画でした。第1条起立簿および
マヨの品定めについては、再生リストを作ってありますので、合わせてご覧になってくださいね。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートとしてお使いください。それではまた。